はい、こんにちは。今日は、新しいリボンレイができたので、ちょっとね、ご紹介したいと思うんですけれども、こんな感じで、ちょっとね、淡い色で合わせてみたんですけれども、なんか、本当に花が咲いてるみたいな、可愛い感じで仕上がりました。で、今日はこの中のお花のパーツの作り方を、シェアしたいと思います。はい。で、花単体ってどこのことですかっていう話なんですけれども、この辺ですね。これが花になっているので、あと一応ですね、白いデンファレのつもりで作ったんですけれども、どうでしょうかね。この花の部分のじゃあ作り方をいきたいと思います。まずはじめに8分の7インチのサテンリボンを、1と2分の1の長さでカットします。それから真ん中のさっきこの黄色い真ん中の部分あったと思うんですけれども、こちらはオーガンザ8分の7のオーガンザを使うんですけれども、ちょっとねオーガンザだと画面にこう映した時に見えないので、ですね、今日はこのピンクを使いたいと思います。サテンのピンクですね。8分の7の、サテンをこれは1と4分の1インチでカットしています。5枚ですね。それぞれ5枚、カットします。で、このピンクの方は普通に両側ほつれ止めをしています。で、この白の方置いときましょうかね。で、白の方なんですけれども、こちらは、1と2分の1インチでカットしたら片側だけ丸くカットします。以前にも葉っぱとかプルメリアを作るときに紹介したんですけれども、その時は少しこう葉っぱの形に、U 字っていうのかなで結構鋭角に切ったと思うんですけれども、今回は丸みを持たせてこんな感じでカットします。片側この端から5ミリぐらいの内側をこう切っていくといいのかなと思います。これを5枚切って、切ったらこの部分とあとこっち側ですね、両方をほつれ止めをします。はい、じゃあ5枚やってみましょう。はい、ほつれ止めをしました。はい、ここでご注意点なんですけれども、このサテンリボンっていうのは縁取りのところにこうなんか縫ってあるような場所があると思います。そことこのカーブのこの境目、ここら辺がとてもほつれやすいんですね。なのでほつれ止めはしっかりと行ってください。この直線のまっすぐ切ったところよりもやはりこうやってカーブで切ったところの方がほつれやすいので、いつもよりしっかりめにやらないと後々ほつれてきてちょっとバサバサに、ね、なったりとかします。やはり皆さんの写真とかを見ているととても素敵なデザインなのに、ほつれ止めがされてなくってこうねバサバサになってたりするっていうのを時々お見かけして、
非常にねもったいないので大変ですけれども、一枚一枚しっかりほつれ止めをしましょう。はい。ということで、じゃあ縫っていきたいと思います。針は何でも結構です。中くらいか多少長めの方がやりやすいかなと思います。糸は2本取りで、玉留めはギリギリのところにします。パーツなので、糸はまあ白だったら何でもいいかなっていう感じがします。はい。で、このピンクの方を、この真ん中のところから右側をパタンと後ろに折ります。そうするとこんな感じで、ここが90度になるように畳んでください。で、畳むんですけれども、本当にしっかりここが折り目がつくまで畳むのではなくて、この畳むところはこのままふわっとさせておきたいので、あまりここをしっかり折り目がつくまで折らないようにしてください。そしたら同じくまた右側を半分からパタンと後ろに折ります。これ鉛筆折りって言うんですけれども、こんな感じで三角になります。そしたらこの白と合わせます。この白の平らな方の下と合わせます。で、山折り谷折り三つ折りします。こんな感じですね。で、5ミリぐらい内側に針を刺します。こんな感じですね。この時にこっち側は見えるんですけれども、この内側になっている部分のリボンが見えづらかったりするので、この内側のリボンを刺し忘れたりしないように気をつけてください。これを5枚全部ですね、やります。ピンクのリボンがね、ちょっとちっちゃいのでやりにくいかもしれませんけれども、こんな感じで、5枚とも針に刺していきます。はい、5枚とも針に刺しました。そしたら抜いて、このピンクのリボンを内側にしてぐるっと丸くします。で、この糸をキュッと引きます。で、この一番最初に玉留めをしたところ、この横に一針刺して、またキュッと引っ張ります。で、玉留めをします。そうするとこのような形になります。で、できたら形を整えます。はい。ということでお花のパーツができました。いろんなね、組み合わせで楽しんでいただけたらなと思います。はい。それからお知らせなんですけれども、概要欄には時々記載してるんですけれども、リボンレイの
オンラインレッスン、お近くの方は対面でも大丈夫なんですけれども、レッスンをしています。YouTube だけですと、本当にこれでいいのかな、私これで合ってるのかなっていうのが、確認できないかなと思います。レッスンですと私がちゃんと、チェックもするし、わからないところはもっと詳しくお教えするので、ちゃんと学びたいという方はぜひ、レッスンの方に来ていただきたいと思います。概要欄に載せておきますので、ぜひご覧ください。それではリボンレイ作り楽しみましょう。